先ほどまでそのベトナムの世界遺産のタンロン遺跡見てたんですけど、その後ですね、近くにベトナムで一番古いお寺、陳国寺っていうお寺がありまして、7世紀に創建されたお寺っていうんで見に来たんですけど、なんと驚いたことにですね、11時半から昼の1時半まで入れないそうです。お昼休みで寺にお昼休みとかあるんだって感じで、目の前のハイランズコーヒーに来てます。これちょっと盲点だったんで気をつけた方がいいなと思いました。あと盲点なのが、このハイランズコーヒーベトナム中にあって、名物のミルクコーヒー頼んでみたんですけど、いや美味しいんですけど、めちゃくちゃ甘いですね。なんかそこら辺のコーヒー屋さんでミルクコーヒー何回か飲んだんですけど、そういうのよりも全然甘いです。これも気をつけた方がいいかなと思いました暑いんで美味しく飲めちゃいますけどね。はい。だけどちょっと1時間近く、この陳国寺の目の前にカフェがあるんで、このハイランズコーヒーで時間潰して陳国寺に入ります。ベトナムで一番古い仏頂寺院の陳国寺に来ました。なんか6世紀にできた建物だそうでして、すごい古くて観光名所になってます。ただそんなことよりですね、さっき気づいたら僕のこっち側の二の腕がですね、めちゃくちゃダニに噛まれて3連続でめちゃくちゃ穴が開いて血が出てましてですね、やっぱりベトナム統一鉄道、ダニとかシラミには多少気をつけなきゃいけないですねそういうとこで寝るときは必ずこういうフーディー、だから今回もフーディー持ってきてますけど、フーディーを持ってきて、毛布とか絶対肌に直接触れさせないのがいいんですよね。フーディーもこのフーディーちゃんと頭までかぶって、首元とかが毛布に触れないようにして行けば、あんまり基本的にはダニとかに噛まれることはないんですけれども、ちょっとしくじりましたね。グロテスクなんでお見せはしませんが、気をつけてください。というわけで、これが陳国寺ですね。ベトナムでなんか有数にでかい、一番でかいのかな、ハノイで一番でかい湖のほとりにあるそうです。でこれ6世紀に作ったというか創建されたお寺だそうで、ものすごい古い歴史を持っているらしいです。ただなんか本当は場所がここじゃないところで最初創建されたみたいでして、さっきネットの記事を見てたら、なんかそこが土砂崩れでボロボロになっちゃったから、1616年にこれ全部こっちに移動してきたそうです。だから建物のほとんどは17世紀のものらしくてですね、6世紀のものは別にそんなにあるわけではないそうです。とはいえやっぱり一番古いお寺だから人気があるみたいですね。すごいいろんな人いますもんね。確かにこうやって見ると1500年経ってるような感じはしないですね。とても綺麗だし新しい。とはいえ400年ぐらい経ってるんだと思いますけど、日本の方はこういう塔がこうやって密集して立ってることがあんま見たことないので面白いですね。こんな狭い場所にこんなにいっぱい立ってるなんて。
あ、でもお寺自体は小さいですね。これなんで終わりなのか。有名なお寺ですけど、中自体はそんなに面積と敷地は広くないですね。池の中の小島にあるような感じです。いや、実は今日はまだ平日でして、年明けの仕事が結構溜まっているので、これからホテルに戻ってですね、今日午後はがっつり仕事をしようと思います。ちょっとあっちの方もまだ続いてますね。おお、裏側ですね、先ほどの。あ、書いてありますね。沈刻孤児。というわけで、ホテル帰ってきました。ホテル・デュ・パルク。もともと日光さんだった、日光ホテルだったとこですね。やっぱ日系ホテルですね。しっかりウォシュレットがついているのと、バスタブが深い。こういうのって海外行くと本当日系ホテルぐらいしかないですよね。まあまあ、ちょっと国によっては多かったりもしますけど。いやー、あ、こんなところに無料靴磨きサービス。日本語で書いてありますね。いいですね。キングベッド。あ、そうだ、あそこ日系スーパーあるんですよね。後でちょっと買い物行こうかなと思います。いや、いい感じですね。これで12,000円なんで、12,000円ぐらいなんで、まあ、かなりお得だなとは思います。ハノイも高級ホテル泊まろうとすると、僕は前出張で来た JW マリオットとか4万円ぐらいすると思うんで、この3倍ぐらいはするんですよね。なのにハノイの中心地から離れるっていう、まあちょっと中心地から離れたところに泊まりたい人は行くんだと思いますけど、まあでもすごいいい感じでお得ですね。というわけで今日はこれからはもうずっと夕飯まで仕事いたします。ビンコムセンターっていう、こっちで一番でかい不動産屋さんみたいのがあるんですけど、不動産をメインとしたコングロマリットみたいな会社があるんですけど、そこのモールでご飯食べました。ボンガっていう結構アジア全域で、広まってる韓国料理屋さんですね。本店ソウルから出てるんですけど、なんか今回ベトナムの旅して思ったのが、ベトナムすごい韓国人が多くて、僕歩いてると毎回韓国語で挨拶されるんですよね。あと韓国料理屋がだからすごい多くてですね、なんでちょっとベトナムももう10日目でちょっとベトナム料理飽きたので、ベトナムまで来てわざわざ韓国料理を食べちゃいましたボンガって僕ジャカルタでも入ったことあるんですけど、変わんない、すごい美味しい、いい感じでしたね。でボンガってあれなんですよね、1品か2品、もう1品頼むとキムチとかサラダとかスープとかがもうバーって出てくるタイプのところなんで、あんま頼みすぎると大変なことになります。はい、というわけで
ベトナム縦断の旅も10日目終わりとさせていただきます。統一鉄道でですね1700キロ余り、電車に乗ってきまして、ようやく縦断ができました。あと2、3日ぐらいハノイ満喫して、それで日本に帰ります。ありがとうございました。